戦艦金剛はイギリスで建造された最後の日本戦艦で、機動部隊の護衛など最前線で運用がされ活躍を果たしました。この動画では戦艦金剛の真実の姿とその艦用の変遷に迫るマニア向け動画となっています。金剛型戦艦の建造経緯や運用を検証した解説動画は概要欄の URL からご覧いただければと思います。金剛はイギリスビッカース社で設計と建造が行われ、1913年5月18日にバロー造船所で進水、同年8月16日に竣工いたしました。1913年の金剛は巡洋戦艦らしいシャープで優美な船体とシンプルな3本の支柱によって構成された艦橋を備えており、最終時とは全く異なる艦用でした。金剛は世界初の超土級巡洋戦艦となったライオン級を踏襲しつつも、3番砲塔を艦室と機械室の間に移して車海の影響を大幅に改善。さらに最新の16インチ砲、つまり36センチ砲を採用しており、当時最高の戦闘力を持つ巡洋戦艦だったのです。当初金剛への採用が有力視されたのは 30.5 センチ砲でしたが、中英武官だった加藤博治中佐が入手した情報で、この砲の性能の問題が発覚。さらにイギリスの専門家からも強い進言が行われ、当時最新鋭の36センチメートル砲の採用に至りました。日本側も迅速にこれを承認したことで事なきを得ましたが、金剛の建造が遅れれば欧州大戦の勃発によってイギリス側に接収されるという事態もあり得たかもしれません。さて、ここでは竣工時の金剛の少し変わった装備を見ていきましょう。竣工時の金剛には主砲塔の上に根砲と呼ばれる 76mm 砲を装備していました。根砲は非常に危険な職場のようにしか感じられない位置にありましたが、水雷艇など小型艦艇に対処するための砲で、当時の戦艦の標準的な装備でしたが、その後すぐに撤去されており、やはり使い勝手が悪かったのではないかと考えられます。このため、金剛以外の金剛型3隻は日本国内で建造されましたが、この根砲は搭載されていません。また、金剛は主砲塔に測距儀を装備した最初の日本戦艦で、2番砲塔と3番砲塔にバー&シュトラウド社製の武式 4.5 メートル測距儀を備えていました。この測距儀は砲塔中心軸に対して右舷側に位置しており、左右非対称であることが確認できます。測距儀の中央の突起は小鋼塔と呼称された砲塔式艦用の観測塔です。主砲塔は総高圧は 254mm、砲塔天蓋は 76mm の厚さとやや薄く、3枚の鋼板で構成されており、重ねられた鋼板はリベットを二重にして取り付けられていました。金剛のもう一つの特徴は長い三脚床、つまり3本の支柱によって構成された前後の艦橋ですが、この時期に竣工したイギリス戦艦では見られず、日本海軍とイギリス海軍での主砲の測距方式が異なっていたことを示していたと考えられます。そして、高い性能を持っていた金剛の存在により、海軍力が強化されるだけでなく、金剛は日本の軍艦設計にも大きな影響を与えていくことになります。金剛の設計図面一式を日本へ譲渡、主砲や機関など同型艦用主要パーツの追加購入、さらに日本人技術者や工員のイギリスへの派遣も契約に含まれており、これらは技術的な躍進につながり、日本国内でも超土級戦艦の建造が可能となったのです。さらに金剛はイギリス本国にも影響を与えたとも言われ、巡洋戦艦タイガーは金剛と直接関係があるわけではありませんが、主砲配置などの設計が似ており、1920年代の金剛とは準姉妹艦のようにも見えますね。傑作巡洋戦艦となった金剛でしたが、部分的なアップデートは竣工後から定期的に行われており、竣工から10年が経過した大正末期頃には、主砲の測定所などが増設され、徐々に姿を変えていくことになりました。同時期には主砲の行角引き上げ作業が行われており、25度から33度に高められて、この工事は大正13年、1924年11月頃に完了しました。しかし、巡洋戦艦の最盛期は長くは続かず、その陰りは、第一次世界大戦におけるユトランド沖海戦で早くもやってきてしまいます。ユトランド沖海戦では想定をはるかに超える距離で砲撃戦が展開されており、特に巡洋戦艦は防御力の低さを露呈。3隻のイギリス巡洋戦艦が轟沈してしまったのです。これは金剛にとっても深刻な欠陥があることを示しており、防御の強化を中心とした大改装を受けることが求められたことは自然な成り行きでした。これは昭和6年、1931年時の第一次改装後の金剛の姿ですが、
この改装工事には予算不足などもあり、3年以上に及んでしまいました。環境はさらに複雑なものとなり、船体もバルジが増設、全体的に武骨な印象となっているのがわかります。第一次改装の内容はワシントン軍縮条約が締結されても引き続き混合型戦艦が維持されることが決まった段階で決定され、主に防御力の改善を目的に予算が計上されました。ただ、条約の制限のため、全面的な改善とはいかず、重量3000トン程度の範囲で装甲の強化やバルジの装着が計画されます。ただ、実際には制限を超過した4000トン近くの装甲の重量増加があったようです。まあ多少はね。この第一次改装工事では砲塔の天板装甲も 152mm の装甲圧のものに換装しており、同時に2番、3番砲塔測距儀を武式 8m 二重測距儀に換装しています。この時期、日本戦艦の主砲射撃指揮所としては、艦橋や後部艦橋に主砲指揮所や砲塔指揮所を設けており、さらに高所の主砲の砲塔内部にも砲塔指揮所が設けられ、戦闘被害によって主砲砲戦能力を喪失することがないように二重三重の対策が実施されていました。混合型の場合は2番、3番砲塔に大型の測距儀を装備しただけでなく、主砲包囲板も装備されて砲塔内から他の砲を指揮することも可能という徹底ぶりでした。ただしこれは基準であり、すべての戦艦が混合と同様の方式であったわけではなかったようです。しかし、重量の増加のため速力の低下は免れず、重油旋昇艦化が図られたものの、速力は26ノットに低下。このため混合型は巡洋戦艦から戦艦に類別が変更されることになりました。そして1931年に満州事変が勃発すると、満州事件費という特例の予算が追加されることになり、混合はこの予算を利用して、対空兵装の強化が行われます。旧式化していた8センチ広角砲は 12.7 センチ連装広角砲に換装され、さらに機銃の増設も行われましたが、これはビッカース社製の 40mm 単装機銃で、この単装機銃は日本戦艦では混合のみに搭載されました。なお、満州事件費は上海方面に出撃する艦船のあくまでも修理目的の予算で、混合の改装は特に満州事変とは関係がないものでした。当時の混合の運用方法は速力が低下したのにもかかわらず、主力部隊の前方に展開し、優速をもって敵艦隊を撃滅するという、ややふわっとしたものでしたが、従順含めた水雷戦隊を支援するために野戦に投入することが検討されると、速力の向上を目指した第二次改装が行われることになりました。この第二次改装は艦の様々な設備が近代化されているだけでなく、速力を出すために船体も延長するという大規模なものでした。さらに機関も6万4000馬力から13万6000馬力まで大幅に出力が向上しています。この改装は、先んじて工事された春菜と同様の仕様でしたが、混合は春菜よりも煙突の間隔が狭いのが特徴です。これはボイラーの設置数とスペースの違いから前方の煙突が後方に移動しているためで、後部煙突の背後も熱を避けるための対策が取られ、空間を確保しています。1937年の混合は艦橋の構造が一新されているだけでなく、測距儀と包囲板装置は新型の94式が装備されており、機銃も 25mm 連装機銃10機に換装されました。また、近代化改装後の混合の単焦灯管制機は床を1段階下げて少しでも重心が低くなる工夫がされていました。これは当時の帝国海軍の艦艇は復元性に起因する事故が発生していたことから、少しでも重量物を低い位置に配置するための考慮と推測できます。このような職人芸的な設計は副砲用の 4.5 メートル測距儀にも見られ、測距儀の根元を見ると、ここは八角形で構成されていました。第二次改装後の混合は、速力の向上だけでなく、主砲塔にも改良が施されており、砲身の行角をさらに向上させるだけでなく、砲弾も新型の91式鉄鋼弾の配備され、それに伴い弾薬庫の改造を実施、水圧式の推進機構を空気式に改正しています。これら改装により主砲塔の形状にも差が生まれたと考えられますが、第一次改装時の混合の主砲塔の形状は、写真をベースにした推定であることに留意してください。また、砲塔内にあった砲塔指揮所用包囲板は一部は継続して装備されたと考えられますが、撤去されたものは司令塔内に移設されたと考えられます。なお、副砲も行角が30トに引き上げられるなど、改良が施されましたが、最も艦首側にある方は、水をかぶってしまいやすいことや重量の軽減のため、
2機撤去されています。このように日本の戦艦では最古参だった金剛でしたが、度重なる改装により特に複雑な形状の構造物を持つ艦となり、同時に30ノットの速力を発揮可能な高速戦艦として生まれ変わったのです。アメリカは金剛型戦艦が30ノットを超える速力を持つ艦に改装されたという情報を部分的に掴んでいましたが、米海軍には金剛と対する存在の艦はなく、既存の巡洋艦では対抗が困難な金剛の存在は重大な脅威とみなされることになります。金剛の存在は第二次世界大戦最良の戦艦とも評されるアイオワ型戦艦の設計コンセプトにも影響を与えたのです。しかし第二次改装では直接的な防御力の変化はなく、結局金剛が受けた防御の改善は軍縮条約の制約を受けた第一次改装のみで、本質的な能力は巡洋戦艦のままでした。特に水中防御の薄さは金剛が沈没してしまったことに直接影響したと言えるでしょう。ただしこれ以上の装甲の強化は重量増加を招いて艦のバランスを損なう危険性もあり、第二次世界大戦で金剛が第一線で活躍したのはこの軽装行為への結果でもありました。この第二次改装にかかった予算は1400万円程度で、現在の価値に直すとおおむね350億円、2300万ドルの費用がかかったようです。その後、1941年の開戦前には、すでに艦橋最上部に防空指揮所が新設されており、対に見慣れた金剛の姿として完成することになりました。大戦中の金剛は1943年の工事で副砲が随時撤去されており、1944年2月の時点で片舷4門に削減、代わりに広角砲が1944年3月に2機増設されています。1944年の金剛は1941年時と比較すると防空指揮所がさらに拡大されており、遮風装置の設置、艦橋の各階層の形状の変更など精悍さが増しています。215電炭は1942年8月に仮装備として、翌年1943年6月に改修を受けた上で正式に装備されました。また1944年6月に225電炭が2機設置され、135電炭は1機のみ設置されたようです。金剛の 25mm 機銃は最終的に106丁に達し、竣工時とは全く異なる艦用へと変貌を遂げていくことになりました。激戦を戦い続けた金剛でしたが、1944年11月21日、レーテでの戦闘で傷ついた状態で台湾沖を航行していたところを潜水艦からの攻撃を受け、魚雷2本を被弾、応急処置がされるも浸水が止められず、沈没してしまったのです。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。こういった分野に興味がございます方は我がチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。せね先生ならバイバーイ。